ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。今回は普通免許や準中型免許を取る場合の教習所で最後に受ける運転の試験、卒業検定についての解説です。検定員は何を見ているのか、うっかりと失敗しやすい試験コースの注意点などを解説します。これから普通免許や準中型免許の卒業検定を控えている人や教習中の人、また運転免許試験場で飛び込み試験を受験される人にとっても運転の試験の参考にご視聴いただければ嬉しいです。卒業検定は指定自動車教習所の教習を全て終了した人が受ける運転の試験で、教習所で受ける最後の試験ですが、とても気になることの多い試験ですね。練習した通りに運転すればいいのですが、試験となるとやってはいけないことばかりが気になって、普段の練習で気にならない小さなことでも慎重になりすぎたり、合図が遅かったかなとか、今の信号の判断は間違っていなかったかなとか、運転しながら思い返したりしているうちに大きな判断を間違えてしまうこともあります。そこで一番気になる運転の試験を担当する検定員がどのようなことを見ているのか、しっかり押さえておきたい路上コースの運転のポイントはどこか、最後に検定の内容や方法なども解説しますので、安心して試験が受けられるように実力を発揮できるように参考にしてくださいね。ただしこの動画の内容は不特定多数の人に向けた一般的な注意事項ですので、各地域の特別な道路事情、交通事情があると思いますので、教習中に受けた内容は優先して運転に取り入れてくださいね。検定員は何を見ているの？運転の試験の採点方法は、運転行動などを細かく分けた減点する項目に従って、受験者が所定のコースを運転する間、その項目が行われた時に減点していきます。しかし経験の長い検定員は決して採点するために減点する項目や基準に合わない要素ばかりを探しているのではありません。検定員が運転の試験でどのようなことを見ているかというと、基本的な操作ができて法令を守る気持ちがあるか、安全のための配慮があるかを見ています。そうです。法令を守っているかではなくて、法令を守る気持ちがあるか、安全のための配慮があるかです。運転経験が十分にあるわけではないので、今は交通状況などに応じた最適な判断や行動を選択できないかもしれませんが、基本的な操作ができて法令を守る気持ちと安全のための配慮を持った運転を習得されていると、運転経験を積めばきっと安全な運転をされるようになります。走行順路を案内しながらこのような運転をされることを期待しています。実際に落ち着いて緊張しすぎないで普段通りの運転をされることができる人は、このような期待した通りの運転をされることがほとんどで、減点する項目や基準に合わない要素を探す必要のないことが多いです。極端に言うと、道案内をしているだけの練習のような検定もあります。そして教習で十分な技量を習得されていることを確信して、成績表に合格の印を入れたいと思っています。このような検定ができるのは、運転免許試験場などで行われる飛び込み試験といわれる受験者の運転技量の程度がわからない試験を行う場合と違って、指定自動車教習所の教習を全て終了した人は、熟練した指導員が教習を通して運転するための知識と技量を身につけていることを認めて卒業検定に送り込んでいるからです。長い教習期間を通してそのように繰り返し練習を積み重ねてきて、担当した指導員から運転の知識と技量が身についたことが認められた人たちだから当然かもしれませんね。だから落ち着いて練習した通りに普段通りの運転をされることが大切です。それでは次に検定の方法と内容について概略を解説します。卒業検定当日に検定コースや運転する車、担当する検定員、受験の順番などの発表と検定実施上の注意事項などの説明があります。わからないことがあればこの時に質問しておきましょう。検定コースは道案内をされるので覚える必要はありません。コースの概要を説明されることもありますが、これはコースを覚えるためのものではなく心理的なゆとりを持つためのもので、検定員の案内に従って運転すれば大丈夫です。もちろんコースを間違えても減点はありません。検定員から元のコースに戻る道案内に従って運転しましょう。この場合、所定のコース以外の運転も採点範囲に入っているので気を抜かないようにしましょう。卒業検定は実際の道路を運転する路上コースと方向変換や縦列駐車の試験を行う場内コースがあります。普通免許や準中型免許では先に路上コースを受けて後で場内コースを受けます。路上コースの距離は普通免許が 4.5 キロ以上、準中型免許が5キロ以上で、
信号か一時停止、右折左折、横断歩道、道路の端に停車して発進する課題を含んでいます。コースによっては坂道が多かったり、車両通行帯のある道路や踏切のあるコースもあります。走行時間は検定コースの距離や交通量によって違いますが、おおむね15分から20分程度です。採点される範囲は、慣らし走行といわれる走行区間を除いて、原則として乗車から下車までです。場内コースは進入方向の違う2種類の方向変換と縦列駐車があって、いずれか1つを受けます。方向変換は前進で進入して、交代する場所に入って反対方向に出るというものです。交代前や交代中の安全確認をしっかりして、ポールなどの設置物に接触したり縁石などに脱輪しないように注意しましょう。採点範囲は、方向変換コースの出入り口部分の採点範囲内に車体の一部が入り始めてから車体の全部が出るまでの間です。なお、普通免許の運転の試験でも、全て場内コースで行う運転の試験である技能審査の場合、例えばオートマチック車限定の解除をする試験では、方向変換の採点範囲は別の定めになっています。縦列駐車は、縦列駐車コースに平行に停止して、駐車範囲内に車体の全部を入れた後に発進します。この場合、駐車範囲内に入ったら検定員に駐車が完了したことを言います。駐車範囲内に車体の全部が入っているときは、発進する指示があり、もし駐車範囲内に車体の全部が入っていない場合は、検定員から車体の全部を駐車範囲内に入れるように指示を受けますので、切り返しなどをして入れ直します。採点の範囲は、縦列駐車コースと平行に停止してから、駐車範囲内に車体の全部を入れ、その範囲から車体の全部が出るまでです。方向変換も縦列駐車も1回の交代で進入したり1回の前進で離脱する必要はなく、切り返しをして入れたり出たりすることもできます。進入から離脱するまでで1回目の切り返しは減点がないので有効に活用しましょう。ただし切り返しの回数によって減点や検定中止になることがあるので注意が必要です。なおこの場合の切り返しとは、そのまま前進や交代を続けると脱輪や接触する恐れがあると判断して、前進している場合は交代して、交代している場合は前進して進路を修正する運転操作です。最後に合格基準は、運転の試験の採点は減点方式で行われ、試験コースをすべて走り終えて、普通免許や準中型免許は100点満点中70点以上で合格です。70点以上の点数が残らなかったり、検定中止という項目に該当してしまうと不合格になります。それでは最後に運転の試験の参考として、特に注意しておきたいポイントを中心に解説します。うっかりと忘れていたり気づかなかったり、判断に悩むようなポイントです。参考とした路上コースは、坂道や横断歩道の多い道路で、車両通行帯や専用通行帯もあります。路線バスの運行もとても多く、停留所での停止や発進するバスの判断も必要ですが、踏切や路面電車のないコースです。スクリーンは実際の検定を想定して、検定員の指示と方向指示器の操作を表しています。特に押さえておきたいポイントでは、映像を停止してイラストなどで解説をしていきますので、参考にしてくださいね。これから検定を始めます。道案内に従って運転してください。それでは乗車して発進してください。車の周囲の安全を確認してから乗車しましょう。乗車したら各種装置類の調節をします。ルームミラーなどの調節を忘れないようにしましょう。調節が終わったら発進の準備をします。特にハンドブレーキの戻し忘れをしないように、ブレーキ警告灯で確実に戻ったことを確かめましょう。発進の合図を出して周囲を確認して発進します。この時、後方から近づいてくる車だけではなく、歩道側の歩行者の通行にも注意をしましょう。もしエンストや発進に手間取った時はもう一度確認してから発進しましょう。前方の交差点を右折してください。右折用の車線があるので、その車線に進路変更します。右後方を確認して進路を変えましょう。この時、できるだけ中央線に寄せて交差点に入ります。中央線から離れたり、左側へふらついたりしないように徐行して交差点に入ります。この時、右折方向の横断歩道付近を横断している歩行者などがいないか、横断歩道に近づいている歩行者などがいないか、早めに確かめながら交差点に入りましょう。
し形マークの道路表示が見えてきました。この先に横断歩道などがあることを示しているので、横断しようとする歩行者などにアクセルを緩めるなどして備えましょう。歩行者はいないようですね。でも建物の陰に隠れている歩行者にも注意しましょう。時速 40km の規制速度を示す標識と表示が見えてきました。補助標識には市内全域を示しているので、新たに速度を制限する標識があるまで、規制速度は時速 40km です。この標識と表示は、追い越しをするときに中央線をはみ出してはいけないことを示しています。追い越しそのものの禁止を示しているのではなく、道路の幅が狭く前方の見通しが利きにくい道路であることから、対向車との衝突事故を防止するために中央線をはみ出して追い越しをすることが禁止されています。そのため自転車などの二輪車を追い越す場合であれば、中央線をはみ出さなくても安全な側方間隔が取れるか、速度を落とすことによって追い越される自転車などに危険を感じさせないように側方を通過できれば追い越しが可能です。この道路の場合、追い越しを必要とするような交通状況はそう多くはありませんが、極端に遅い自転車などが通行している場合に追い越しができるのかできないのか判断に悩むようなことがあるかもしれませんね。気持ちが焦って自転車などに近づきすぎないようにしましょう。この先の交差点を左折してください。交差点を左折しようとするときは、あらかじめできるだけ車道の左端に寄せます。この場合、車道の左端に排水用の溝があるので、この道路の特性上、この溝の部分には入らずにアスファルト部分の左端、この場合は外側線に寄せて通行することが一般的です。もちろん道路交通法上は車道と歩道に分けられた道路なので、車道の左端、つまり歩道までが車道になるので、排水用の溝に入っても構いません。またこの時、二輪車が無理に側方を通行しようとしていないか安全を確かめましょう。この時、歩行者用の信号はまだ青色なので、交差点付近を横断しようとする歩行者や自転車、左後方から近づいてくる二輪車に十分注意しましょう。この道路は下り坂なので、遠くにいる自転車も接近が早いので注意が必要です。交差点内では左端に沿って通行します。この時、内輪差があるので、左後輪が左端から離れないように、はみ出さないように速度を落として通行しましょう。ここから長い下り坂が続きます。速度が出過ぎないように速度計を見て調節しましょう。時速 40km の規制速度の標識があります。もしフットブレーキを頻繁に使わなければ速度が出過ぎるような場合はエンジンブレーキを使いましょう。 MT 車の場合は減速チェンジをして、 AT 車の場合はドライブレンジ以外の位置に入れてみましょう。この先に横断歩道などがあることを予告するひし形のマークの道路表示が見えてきました。カーブの先に横断歩道があるようです。見通しが悪く下り坂なので、ブレーキ操作の構えをしましょう。歩行者はいないようなので、そのまま進むことができます。車線の内側に引かれた白い破線は減速マークと呼ばれているもので、車線が狭く見えるような視覚的効果で減速を促しています。長い下り坂が続くので、速度計を見て速度が出過ぎないように注意しましょう。瞬間的に規制速度を超えても減点にはなりませんが、速度計を見ないで規制速度を超えて走り続けようとする場合に減点の対象になります。この先の交差点を左折してください。車道の左端にできるだけ寄って交差点に入ります。一度左端に寄っても離れてしまったり、交差点に入る直前で右に振らないようにしましょう。左側方から交差点を直進しようとする二輪車はいないか、左折方向の横断歩道を横断しようとする歩行者はいないか、よく確かめて左折しましょう。このように左側方から交差点を直進しようとする自転車があるかもしれないので注意が必要です。そして交差点内では左端に沿って通行しましょう。
交差点を右左折すると速度を規制する標識が設置されていることがあるので見落とさないようにしましょう。この先に横断歩道があります。横断しようとする歩行者はいないのでそのまま進みます。赤信号なので停止線をよく見て直前に止まります。この場合、停止線の直前ギリギリに止まる必要はありません。停止線から2メートル未満の範囲で止まりましょう。2メートル以上手前で停止した場合は、検定員から2メートル未満の位置に止まるように指示を受けることがありますが、すでに停止線が見えない位置に止まっていることが多いので、停止線を越えないように慎重に再停止しましょう。信号のある交差点で先頭に止まっているときは、青信号に変わったときに交差点の安全を確認して発進しましょう。信号の変わり目は、急いで交差点に入ろうとする車や歩行者があるかもしれません。この先の交差点を右折してください。右折車線があるので、その車線の右端に寄せます。この時、車の通行を安全で円滑に誘導するために設置されている導流帯を通らないようにします。ただしこのように交通量が多い場合は、導流帯に従って運転すると、かえって安全と円滑さを妨げることもあります。そのような場合に右折するときは、後ろから通行する直進車や左折車が通行できるように、導流帯に入って待機するようにしましょう。原則として導流帯に沿って右折車線に入りますが、交通状況によっては安全と円滑さを優先した通行方法を選びましょう。右折車線の右端に寄せて交差点に入りましょう。道路表示に従って右折します。スクリーンには映っていませんが、右折方向の横断歩道の歩行者を待ちます。右折した後も交差点付近を横断しようとする歩行者に注意しましょう。例えばこのように右折した後の対向車が信号待ちをしているときは、車の陰から横断しようとする歩行者が飛び出してくることがあるかもしれません。速度を落として注意して進みましょう。停留所で止まっている路線バスが発進の合図を出しているので進路を譲ります。発進しようとする路線バスに進路を譲るときは、必ずしも一時停止の必要はありません。速度を落とすなどして発進を妨げないようにしましょう。またこのように路線バスが停留所に止まろうとしていたり、発進の合図を出していても安全に止まることができないようなときは、側方間隔とバスの影などに注意して先に進むことができます。大型車の後ろを走るときは、前方の見通しが悪くならないように安全な車間距離を取りましょう。この先の交差点を左折してください。前の車に続いて停止するときは、接近しすぎないように安全な間隔を取りましょう。前方の交通状況がよく見えないので、信号や交差点付近を横断する歩行者などに注意して進みましょう。準中型車と普通車の卒業検定では、道路の端に停車して発進する課題があります。これは、検定員の停車できる場所で停車してくださいという内容の指示に従って、正しい方法で停車して発進する課題です。停車できる場所で停車してください。この課題は、道路の端に停車して発進する課題なので、停車場所の選び方は駐停車禁止場所を避けて停車します。検定員の指示もこのような禁止場所を避けたり停車しやすい場所を選んで出しているので、指示があれば道路の左へ寄せながら速度を落とすと選びやすいです。駐停車禁止場所に気づいたら間隔を空けて手前に止まったり通り過ぎたりして停車場所を選びましょう。
検定中によくある停車してはいけない場所は、交差点とその端から5メートル以内の場所、横断歩道とその端から前後5メートル以内の場所、バスの停留所の表示板から10メートル以内の場所などがありますが、その他の駐停車禁止場所も注意してくださいね。停車の方法は、できるだけ道路の左端に沿って止めます。この道路は車道と歩道に分かれているので、車道の左端に沿います。ちなみに車道の左端の実線は路側帯ではありません。歩道のある道路なので、車道外側線と言います。一般的に、車は中央線とこの実線の間を通行しますが、実線と歩道の間も車道の一部なので、左折や駐停車をする場合はこの実線の外側も通行することができます。そしてこの場合、車道の左端から離れて停車したり、車道の左端に対して斜めに停車しないように、左端に沿って停車しましょう。路側帯のある道路で停車するときは、原則として路側帯に入らず、車道の左端に沿って停車します。ただし、路側帯の幅が 75cm を超える場合は、路側帯に入って、車の左側に 75cm 以上の余地を空けて停車します。道路の端への停車が終わったら、停車の措置をします。シフトレバーを MT 車はニュートラルに、AT 車はパーキングの位置に入れて、ハンドブレーキを引き、ブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。この3つの操作を確実に行いましょう。この場合、車から降りるわけではないので、エンジンを止める必要はありません。その後、検定員から発進の指示がありますので、周囲を確認して発進の合図を出して発進します。それでは発進してください。周囲をよく見て発進しましょう。この先の交差点を右折してください。右折をする場合は、あらかじめ道路の中央に寄せておきましょう。このような片側1車線の道路で右折をする場合に、道路の中央に寄せる時期は、その交差点周辺の交通状況などによって適切な判断が必要なので、一律に決められているものではありませんが、右折の合図をする時期が交差点から30メートル手前なので、おおむねその程度の距離までには中央に寄せておくことが望ましいです。その距離の目安として、架線で示された中央線が交差点付近で実線に変わります。一般に、この距離がおおむね30メートルなので、これを目安にして中央に寄せるようにする方法もあります。もう一度進路を変えるところから再生します。中央に寄せ始めます。進路変更のタイミングの一つとして参考にしてくださいね。前の車に続いて停車するときは、その間隔を詰めすぎないように注意しましょう。実は減点数の大きい採点項目なので注意が必要です。交差点へ入るときは、対向車と右折方向の横断する歩行者に注意しましょう。対向車は右折の合図を出しているので、様子を見ながら徐行します。歩行者にも注意が必要ですね。右折後は2つの車両通行帯のある道路なので、左側の通行帯を通行します。この場合、左側の通行帯はバス二輪専用通行帯に指定されていますが、この動画を撮影した時間帯は専用通行帯の規制時間外なので、左側の通行帯を通行しています。通勤時間帯の混雑を避けて、路線バスなどの円滑な運行のために設けられた専用通行帯なので、おそらく検定は専用通行帯の規制時間外に行われることが多いので、左側の通行帯を通行することが多いかもしれませんね。この道路は車両通行帯のある幹線道路なので、規制速度が変わっているかもしれませんね。標識に注意して運転しましょう。速度を規制する標識が出てきました。この道路は規制速度時速 50km です。このような道路は交通状況の許す限り、機敏な力強い加速も必要です。標識を見落として加速が足りないため、正常な交通の流れを妨げることがないようにしましょう。この後は専用通行帯の指定時間内に撮影した運転です。左の通行帯はバス二輪専用通行帯の規制時間なので、右の通行帯を走ります。ただし、左折をする場合、工事などでやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合は専用通行帯を通行することができます。周囲の交通状況をよく見て適切な進路を選びましょう。バス二輪専用通行帯の標識があります。
この標識だけではバスの種類が特定できないので、補助標識で対象となるバスの種類などが示されています。この先の交差点を左折してください。左車線の交通状況を確認して合図を出しましょう。安全を確かめて進路を変えます。左端から離れないように、曲がる直前で車体を右に振らないように徐行して左折します。道路が狭いので速度を出しすぎることはないと思いますが、ここから規制速度は時速 40km です。道路が狭く急なカーブがあるので速度に注意しましょう。この先の交差点を右折してください。カーブ走行中は目視確認で通行位置がふらつかないようにバックミラーを主に使って確認しましょう。ここから規制速度が時速 30km に変わっています。見落として規制速度を超えたまま運転しないように注意しましょう。標識に気づかず、下り坂なので規制速度を超えて走り続けてしまいやすい場所です。規制速度を瞬間的に超えたとしても、速度計の誤差などもあるのですぐに減点されるものではありませんが、標識に気づかなかったり、確認する習慣性がなく、そのまま走り続けようとする場合に減点の対象になることがあります。信号のある交差点で青信号に変わった時、先頭となって交差点に入る場合は、信号の変わり目で交差点に入ってくる車はないか、交差点内を通行する歩行者などが残っていないかなど、交差点の安全をよく確かめてから発進しましょう。時速 30km に規制されていますが、上り坂は極端に加速が遅くならないようにしましょう。上り坂の頂上付近では前方の見通しが効かないですね。横断歩道付近の見通しも効かないので、止まれるように速度を落として運転しましょう。上り下りが続きます。前方には曲がり角や横断歩道もあるようです。カーブミラーでこの先の交通状況を確認しましょう。近くに学校や幼稚園などのある住宅街の道路で時速 30km の規制速度が続きます。歩行者などの横断に注意しましょう。この横断歩道の場合、その周辺の見通しを遮るものがなく、歩行者がいないですね。このような場合はそのままの速度で進むことができます。ただし、例えば先ほどの上り坂の頂上付近にあった横断歩道のように見通しが利かない場合や、他の車や建物が死角となって横断しようとする歩行者がいるかいないかわからないときは、その手前で止まれるように進みます。また、横断している人がいる場合や横断しようとしている人がいる場合は、その手前で一時停止して歩行者が横断するのを待ちましょう。検定コースに戻ります。正面の交差点を左折してください。交差点には一時停止の標識があるので、停止線の直前に合わせて停止しますが、停止線ギリギリに合わせる必要はありません。停止線から手前に1メートルぐらいを目標に止まるようにしましょう。この場合注意したいポイントは、気持ちが焦って完全に停止しないうちから左右などの安全確認を始めようとしないことです。完全に停止したことを確かめてから安全確認を始めましょう。停止しないうちから確認を始めると、確認に気を取られて正しい位置に停止できないことがあります。停止線から離れすぎたり、停止線を越えて止めようとしたり、停止しないで進んでしまうことがないように、停止したことを確かめてから安全を確認しましょう。この交差点は見通しが利かないので、少しずつ交差点に入りながら確認します。特に右側の見通しが悪いので、カーブミラーも確かめて慎重に確認しましょう。またこの場合、確認だけに気を取られて交差点の左端から離れないように注意が必要です。交差点の左端に沿って交差点に入りながら確
確認しましょう。交差点に入る前にこれらの標識がありましたので、時速 30km の規制はここで終わりです。それではその付近で停車してください。検定員は停車可能な場所を選んで指示を出していますが、バスの停留所や交差点などには十分注意して停車場所を選びましょう。停車は1回目の停車と同じ要領です。歩道のある道路なので車道の左端に寄せて停車しましょう。次の受験者と運転を交代してください。検定コースを走り終わってホッとする瞬間ですね。でも車から降りてドアを閉めるまでが試験範囲ですので、気を抜かないようにしましょう。停車したら駐車措置をして降車します。 MT 車の場合はハンドブレーキをかけてエンジンを止めます。それからギアを平地や下り坂ではバックギアに、上り坂ではローギアに入れます。 AT 車の場合はブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキをかけます。それからチェンジレバーをパーキングの位置にしてエンジンを止めます。1回目の停車と違って車から降りるので、チェンジレバーの位置やエンジンを止めることを忘れないようにしましょう。車から降りるときは後方などをよく確かめてドアを開けましょう。ドアは2段階に分けて開け閉めしてくださいね。これで検定は終わりです。お疲れ様でした。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。撮影した動画に合わせて実技検定の受け方や特に注意したいポイントを解説しました。交通状況の違いや地域の特別な取り決めによっても運転の方法が変わることもあるかもしれませんね。またこの動画の検定員は最低限の道案内だけしかしていませんが、実際の検定では受験者がリラックスして実力が発揮できるような雰囲気づくりをしていると思います。検定内容や学科試験の内容など気になることやご質問などございましたらコメントをくださいね。